こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回はこれからやってみたいと思っている多摩川自然観察スケッチ巡りに関する準備編の動画を撮影しました。内容としては蛇腹スケッチブック制作の説明と、電車移動をした後に現地でレンタルサイクルを借りたいと思っているので、ちょうど出かける用事があったので試しに使ってみました。わざわざ動画にする内容でもないかもしれませんが、何か新しいことをするのって楽しいと思いませんか？なんとなくね分かってきたんですけど、私こういったちょっとした計画をすることがね大好きみたいなんですよね。でやってみてすぐ飽きるっていうこともあるんですけどね。これはですね A3 の用紙をね横にカットした半分にカットしたものです。でこれをね蛇腹に閉じていきたいなって思って、こんな感じでね、いくつかねカットしたんですけど、これをねこの部分に書いて、でここをねちょっとつなげて、でまたここに書いてっていう感じで蛇腹のねスケッチブックを最終的には作りたいんですよねで順番に書いていけるかわからないので、閉じずにこの状態でね持って出かけて、これはねちょっとバインダーを買ってみたんですけど、A5サイズのね。でこれをこんな感じで折ってですね、でここに書くと、ここに書いて、でこういう風にして見開きにできるようにね書いて思ってます。でそれをね後からね水張りのテープで裏からつなげるっていう感じにしたいんですよね。それをやったからなんだっていう話もあるんですけどでこれは結構ね400円ぐらいだったんですけど、結構良くないですか？この英語のちょっとスケッチするときにね、この別にスケッチブックじゃなくてもただの紙でもね使えますよね。早速よく行く干潟に行って、 A3 横半分の用紙にスケッチをしてみました。私がこのバインダーを横向きに使っているからなんですけど、欲を言えば左右に開くともっと良かったんですけどね。でもこんな風にずらしていけば書けないことはないです。ちゃんとねクリップしないとね風で飛んじゃいそうですよね。それで、私がね住んでるのって結構河口なんですよね。河口付近なんで、こっから河口とあと二子玉川あたりまではね自転車で行けるかなーって思ってます。でもねそっから先は自転車で行って帰ってくることはできると思うんですけどね、そこでスケッチしたり散策したりっていうのはすごい難しいのかなって思ってます。ですので、電車で結構行けるじゃないですか。これずーっと上まで行けるんで、結構上まで行けますよね。奥多摩まで行けるのかな。奥多摩駅まで行けるんですよね。そこまで行くかどうかはわからないけど、各駅まで行って、で、その駅で、レンタルサイクルとかを借りるっていうところまで計画しています。で、アプリはね、ちょっと入れてみたんですよね。で、あと11月のね、連休にはね、ホテルも予約しました。でね、そういうのもね、全部ね、動画にしたいって思ってるんですよね。なんか面白くないですか？この日は青葉島を見に行ってきました。ハローサイクリングっていうシェアサイクルサービスを利用しました。自転車置き場がねちょっと分かりにくい場所でしたが、アプリを使っていつも見ている Google マップにポートが表示してあるようになっていて、でそれを見ながら探せるので安心でした。このポートには3台自転車がありましたが、1台はバッテリーが少なくて、もう1台はバッテリーが切れてました。施錠はアプリで解除します。この借りた自転車は結構古くて、前かごのなんかプラカードみたいなの
に名前が書いてあるんですけど、その止めてある部分がねなんか片方外れていて、風でなんかこうペッタンペッタンするのがものすごく気になりました。駅から離れてくるとだんだん自然もね多くなってきて、とっても楽しくなってきました。坂を下っていきます。なんか海が近い感じがしてきました。漁港に到着しました。この近くにポートがあって、で1台も自転車がなかったのでちょっとね分かりづらかったですね。はい、こちらが、青葉の集団飛来地です。海っていいですよね。見てるだけで気持ちがいいです。Google マップにも青葉の集団飛来地っていう風に書いてあったので、少し期待して来てみたんですけど、でもね野鳥のことではあるし、時期もね少しね遅いみたいなので、いなければいないで貝殻とかね石をね拾って帰ろうと思っていました。とにかくね風が強かったので防波堤の上じゃなくって海岸にね降りてみることにしたんですよね。でするとそこにはね男性が一人大きな単眼鏡をね岩礁に向けてセットしていました。どうですかっていう風に声をかけられたので、横いいですかっていう感じで隣にね座らせてもらって、で聞くとねなんか5時からねアオバトの数をね数えていらっしゃったそうです。ですごいなと思って、で瞬時にねオスメスの数をね数えてノートに記録してて、もうすごいと思って、でアオバトをね毎日なんか観察してる会の方のようでアオバトにとっても詳しくって、資料をいただいたりね説明をしていただいたんですね。すごいラッキーな出会いでした。帰りにねバッジまでいただいちゃって、すごく可愛いのでカバンにねつけさせていただきました。でアオバトがね海水を飲む理由を詳しく教えていただいたんですけど、ちょっとね難しいことは理解できなかったんですけど、春からね夏にかけての果実食で得られないミネラルを補うために海水を飲むそうです。でね、なんか生き物はミネラルとカリウムのバランスをで細胞から水分とか栄養を補給するんですけど、人間もね夏場は汗で塩分っていうかナトリウムを失うので、水だけでなくこう塩分も一緒に摂るように言われますよね。で、それと同じ理由なのかなっていうふうに思いました。でそうこうしているうちに青バタがやってきて、もう本当にね黄緑色の綺麗な鳩なんですよね。でオスはね雨覆いの部分がね赤紫のブドウみたいな色をしてるんです。で岩礁の上に降りて海水を飲んでました。で岩礁にはね波がね岩に波が当たって、でくぼみに溜まった海水を飲んでる鳩とか、結構下の方でね波が来て大慌てで飛び立ったりする鳩がいたりしてね、見ていて飽きませんでした。でね数分間だけそこにいて、ですぐにまたね集団でね陸側に飛んでいってしまうんですよ。でなのでスケッチしたり石や貝を拾ったりしてると、でまたやってくるみたいな感じで、それを10時過ぎぐらいまで繰り返していました。でだんだんね来る数がね減ってきたんですよね。沖の方にはね青バトだけじゃなくってオオミズナキドリがジグザグっていう風になんか飛んでました。でシラス漁船のね網の跡を追うように飛ぶものもいました。でテトラポットにはねイソヒヨドリがいたり、すぐ目の前にはね幼鳥を連れた白石霊とか、あと白い縦線の目立つトビがね幼鳥ですよね、低空を飛んでいったりで、私には見えなかったんですけど、いた男性の方の話ではテトラポットの向こうにクロサギと上空にミサゴとかオオタカ、あとサシバもねまだ渡ってない個体がいたそうです。で帰ってね写真を見たらボケボケだったけどねサシバらしき鳥が写ってました。でね夫が迎えに来てくれる時間になったので、貝殻とか石を拾って帰ることにしました。はい、というわけで今回は多摩川自然観察スケッチ巡りの準備編ということで動画を撮りました。これまでいろいろなところに出かけなくても足元の身近な自然がありますよ、その小さな自然を観察しましょうっていうふうにお伝えしてきました。けれど今年に入ってから心境がいろいろと変化しまして、やってみたいと思ったらすぐに諦めてしまわずに
小さいことから始めてみればいいのかなと考えるようになりました。少しやってみてダメだと思ったらやめてもいいんですよね。やってもいいし、やらなくてもいい。結局決めているのは自分なんだと思います。はい、それでは今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。